はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。トリックロジック、続きやっていきたいと思います。雪降る女子寮にての続きですね。それじゃあやっていきましょう。第3章、1月22日日曜日午後8時。広告層か。広告の死だな。くだらないダジャレを吐き、現場検証を終えた丸の内警部が1階の談話室で一息ついていると、部下の柴田が第一発見者を連れてきた。2人いるという。顔を上げると入り口に見慣れた顔が立っていた。天野司だった。また君か。警部は脱力のあまり腰が抜けそうになった。どうしてこういつも事件に関わってくるんだ。まさか君がやったんじゃないだろうな。知らないわよ。童顔の司は頬を膨らませ、ぷいっと横を向く。あくまで噂だが、昔はどの総括でもいくつかの無関係な事件の発見者が皆同じ人物であるということがよく起こっているらしい。もちろん犯人ではないし、記者や探偵のように率先して事件に首を突っ込みたがる人種でもない。平凡な一般市民である。理由は明らかではないが、第一発見者になりやすいタイプの人間が存在するらしい。彼らは第一発見適合者、通称マル発と呼称され、本庁では彼らのプロファイリングを真面目に研究している部署もあるという。傾向がつかめれば同じような適性を持った警官によって事件が真っ先に、いや発生以前に発見できるかもしれないからだ。以前の丸の内はそんなの単なる偶然でバカバカしいと考えていた。流行だからといっても何でもプロファイリングすればいいというもんじゃない。警官には経験と忍耐こそが重要だと鼻で笑っていた。だが実際こうもたびたび司と鉢合わせすると、第一発見適合者というのが本当に存在するのかもしれないと考え直さざるを得ない。そのうち飴を買ってやると騙して本庁の研究所にモルモットよろしく引き渡した方がいいのかもしれない。と言っても丸の内には今回の事件で司を容疑者リストから外す気はない。むしろ数少ない容疑者の一人だと考えていた。なぜなら広告層には犯人が外部から侵入した形跡がなかったからだ。死体の状況から事件が起きたのは深夜の12時から1時の間と考えられている。だが雪が降ったのは昨晩の11時過ぎまで。今朝の7時過ぎからは降るには降ったが、微量で足跡を隠すほどの積もることはなかった。つまり外部の犯行ならば広告層から逃げ出した足跡がどこかに残っているはずである。ところが残されていたのは門から玄関へ向かう3組の足跡で、それもすべて広告層に入っていくものばかりだったのだ。新聞配達員も普段は玄関表の集合ポストに投函するのだが、今日は休館日で広告層には立ち寄っていない。玄関のドアは開錠されていたが、おそらく外部犯に見せかけるための工作だと丸の内は考えている。公設のために犯人の目論見は砕け散ったわけだ。ただ実際のところ丸の内は司は犯人ではないと即断していた。理由は彼女の性格に依拠する。犯行後、犯人は現場の台所のガスコンロで切り取ったシートと犯行に使ったゴム手袋を燃やしていた。部屋に充満していた刺激臭はそれによるものだ。ゴム手袋は100円ショップで売られている類のもので、犯行の計画性を示していても有効な手がかりにはならなかった。シートは4つに小さく切った後、丹念に焼かれていた。シートを切り取り焼いた理由は、被害者の右手の人差し指の腹に血痕が残っていたことから容易に想像がつく。忍は出刃包丁で最初腹部を刺され倒れたところを、今度は背中を刺された。腹部の傷からは大量の血液が流れ出し、出血死を招いたわけだが、おそらく彼女は流れ出た自分の血でダイイングメッセージを残そうとしたのだろう。
それに犯人が気づき隠滅を図ったと。シートは軽くのり付けされていただけなので簡単に剥がして手前から端を持ち上げ3辺をハサミで切り取ることが可能だ。流し台の目につきやすいところにキッチンバサミがあり、刃からルミノール反応が検出されたのでそれを使用したものだと考えられる。犯人はゴム手袋と自分の告発するシート型をガスコンロで燃やしたわけだが、その際ゴム手袋が2首燃やされていたのだ。コンロは2口あり、左側のコンロで1組のゴム手袋を燃やし、もう片方のコンロで四つ切りにしたシートともう1組のゴム手袋を燃やしている。おそらく最初のゴム手袋を燃やしている時に被害者が名前を残そうとしているのに気づき、予備のゴム手袋をはめシートを切り取り、最後にシートと一緒に燃やしたのだろう。2つのコンロが使われた理由は、最初のゴム手袋を燃やした時点で燃えかすがコンロの口に付着し火力が弱まったためではないかと見られている。つまり犯人は念のため予備の手袋を持参していたことになり、よほど慎重で周到な性格だと考えられた。だが遺憾ながら目の前の司はガサツで大雑把な女で、犯人像とは適合しない。丸の内流プロファイリングというやつだ。まあいいだろう。ところで君は現場を盗み取りしたりしてないだろうな。あ、丸の内の言葉に今気づいたという感じで司が反応した。しまったと唇を噛んでいる。事件のショックでそれどころではなかったようだ。あ、でもどうせカメラを持ってきてないし、負け惜しみのような諦め顔の司を見て、とりあえず丸の内は安心する。今時携帯電話でもかなりの画質の写真が撮れる。彼女はカメラマン志望ということらしいが、どうも報道関係には向いていなそうだな。丸の内が危惧した理由は、惨殺写真が売られて週刊誌やネットに流出すると後々なかなか厄介だからだ。人は言葉で見聞きした事件はすぐに忘れるが、ショッキングな映像は長く覚えている。事件自体は平凡なものであってもだ。もし捜査が少しでも長引けば、世論を背景にマスコミからひいては上層部からせっつかれるのは火を見るより明らかで、それだけは避けたかった。現場には現場の都合やペースがある。それでいい。君は遊園地で家族連れの写真を撮っている方が似合っているよ。と微笑んで丸の内は千恵美の方を向いた。では先に新鶴千恵美さんから事情を話してもらおうか。おずおずと千恵美が前夜に忍と会ったところから語り出す。ついで司が同様に内容を証言した。二人の話には多少食い違いはあったが、誤差で済まされるレベルのものだった。ただ、司の話が死体発見後に及んだとき、ちょっと待って、するとあの窓は君たちが開けたのか。何か問題だった？そこの彼女は仕方ないが、君は何度も事件に遭遇しているんだ。現場保存くらい知ってるだろう。だって匂いがすごかったし、毒ガスとかだったら私たちもやばいわけだし、それにもしかすると忍さんにはまだ息があったかもしれないでしょ。口だけは達者だ。今朝は明け方に強い風が吹いていた。犯行時刻から7、8時間ずっと窓が開けっぱなしだったにしては室内が整然としている。それが丸の内の頭の隅っこに引っかかっていたのだ。まあ何にせよ、君たち犯人は君じゃないだろうけどな。私を信用してくれるの？目も輝かせる司。だが丸の内はすげなく首を振り、先ほどのプライファイリングもどきを説明した。ひどい。私がガサツなら先輩はどうなるんですか？駅前のスーパーに化粧もせずに買い物行くような女なんですよ。私がガサツだって？司の方がひどいじゃないか。冷蔵庫に1年前の豆腐を眠らせてたり、昨日危うく食べそうになったぞ。先輩なら食べても問題ないんじゃないですか？ビタミン C も体内で作れる野生の胃袋を持ってそうだし。顔を真っ赤にして2人が口論を始めた。どうやら彼女の方も司と同類のようだ。そしてどちらも自分の方がマシだと信じている。丸の内は呆れた口調で、君たち喧嘩をするならよそでやってくれ。わしは忙しいんだ。自分が呼びつけたくせに。
司のみならず千恵美も同時に丸の内を睨みつける。息の合った姉妹のようだ。彼はテーブルに散乱している酒瓶を投げつけたくなったが、立場を考え思いとどまった。すると司は何か思いついたのか、幾分こびた口調で、でも犯人が一旦手袋を取りに戻ったという可能性はあるんじゃないですか。なんだ、そんなに君は自分を疑ってほしいのか。だがその線は薄いな。なぜならコンロの脇にはキッチン用の手袋が吊り下げられていたからだ。それも目立つピンク色のな。犯人が最も恐れるのは現場を出入りする瞬間を誰かに見とがめられることだ。特に大学生なんて不健康で夜更かしなんか当たり前な連中だからな。ましてや土曜日の夜となればなおさらだ。わざわざ発見される危険を考えたら、目の前にぶら下がってるキッチン手袋を使った方が安全だろう。足殺すとか手にフィットすることを必要とする場合ならともかく、シートを切るだけなのからな。君たちでもそうするだろう。まあ、と司は不詳とうなずく。それで、君が窓を開けたとき、鍵はかかってたのか。いいえ、開いてた。なるほど。それじゃあもう一度聞くが、他にいじったものはないか。換気扇とは。触ってないわ。現場保存でしょ。ただ空気だけは我慢できなかったから換気しただけ。まあ仕方ないか。換気扇は警察が来た時には回っていなかったが、旧式で作動が大きく、振動が壁を通して伝わるため、深夜には使いづらい。おそらく犯人は周期を我慢して燃やし続けたが、一度窓を開け作業を終えた後、再び閉めたかしたのだろう。窓を開けたのがわずかな時間なら、室内を整然さも納得がいく。喉の奥に刺さっていた小骨が取れたような表情を丸の内が浮かべたとき、それより一つ聞きたいことがあるんだけど、司は改まった表情でおずおずと切り出した。さっきからいくつも質問があったような気がするが、まあいい、なんだ。何を隼人亜紀さんは本当に事故に遭ったの。ああ、それか。まだ救出活動の最中で生死は不明という話だ。しかも吹雪となって作業が難航しているらしい。北海道の冬はここと比べ物にならんからな。まさか君はあれが事故じゃなくて計画犯罪でこの事件と関連しているとか考えているのか。それなら思い過ごしだ。一応確認したが、現地の警察も事件性がない、ただの土砂崩れだと言っていてね。いや、そうじゃなくて、と、実は司が忍と秋の喧嘩の件を話した。丸の内は自慢のひげをなでつけながら興味深く聞いていたのだが、つまりマイクロバスに秋さんが乗っていなかったとでも言いたいのか。確かに救出作業が終わるまでは本当のところはわからないが、ただバスに乗っていようがいまいが彼女が犯人でないことは明らかだ。なぜなら犯人は事件後ここから出ていないからだ。丸の内は雪と足跡の件を説明した。先ほどの司たちの証言で3組の足跡が司と千恵美、そして忍のものであることは間違いない。つまり犯人は私たちの中にいるわけ。そうだろうな。念のため管理人を頼んで空き部屋と秋さんの部屋も調べてみたが、誰か潜んでる気配はなかった。隣の千恵美の表情がこわばる。うすうすは自分たちの中に犯人がいると考えていても、刑事に断言されるとショックなのだろう。それとも自分の偽装工作が追放に帰したのを焦っているのか。丸の内はさりげなく千恵美の表情の変化に注意を払いながら、もちろん君たちとって例外ではない。例えば2人同じ部屋だったとはいえ、どちらかが眠ってる隙にこっそり抜け出すことは可能だろうからな。ひどい。犯人じゃないと言ったり、容疑者と言ったり、刑事さんも年なんじゃないですか。事件のたびに君と顔を突き合わすくらいなら、とっとと隠居したいよ。話はそれだけか。なら帰った。わしは忙しい。ひどい。こっちの話を聞くだけ聞いて、その言い草は横暴じゃないですか。私はまだ聞きたいことがあったのに、一つと言ってなかったか。顎をしゃくり、柴田に指示を出す。肉弾戦もいとまない司の抵抗に、柴田は苦労したようだが、なんとか追い返すことができたようだ。台風一過だな。
丸の内は眼鏡がずれかけたかわいそうな柴田に向かってねぎらいの言葉をかけた後、次の仕事を命じた。じゃあ201号室の住人を呼んできてくれ。全員の事情聴取を終えた結果、事件当夜のアリバイは誰もないことが分かった。201号室の本名光恵は土曜日の夜7時過ぎに帰宅。考古学者の彼女は金曜から土曜にかけて遺跡発掘のため他の学生と群馬北部で泊まりがけで行っており、帰宅後は部屋にこもって資料に目を通していたという。その夜は2時頃まで起きていたのだが、怪しい物音には一切気づかなかったらしい。202号室の滝谷さやかはマリオネット部の友人と人形絡みのショッピングに出かけて、帰ってきたのは夜の9時頃だという。渋谷は一日中歩き回ったので疲れて11時には寝てしまったらしい。そのため同じく怪しい物音は耳にしなかったという。203号室の上条マリは変わり種のお好み焼きを作るため自室で一日試行錯誤をしていたらしい。午後7時頃、204号室の若宮吉野に完成したばかりの納豆セロリ焼きを差し入れとして持っていった。その後12時頃まで起きていたが、缶ビールを3本を開けて眠ってしまったらしい。その若宮吉野は明け方の5時頃まで海外の24時間ドラマの DVD をぶっ通しで見ていたという。犯行があった頃に何か倒れる音を聞いたような気がすると証言したが、正確な時間までは覚えていなかった。アクションシーンが大半を占めているドラマなので、サラウンドを聞き間違えた可能性もあるようだ。3分の1ほどで後の展開が読めてしまい、げんなりしてあまり集中して見ていなかったらしい。また当の被害者は前日から彼氏とデートで千葉の浦安ランドのホテルで一泊したらしい。彼氏は忍を車で送った後、広告層に戻った時間は司の証言と一致した。そのまま自宅に帰ったらしく、隣人の証言によりアリバイは確定している。また広告層の他の住人と全く面識がないことも確認されている。動機については男関係のもつれではないかと全員証言した。ただこれも全員が全員自分はもう恨んでいないと話した。ただ当然といえば当然だが、皆被害者の死をそれほど悲しんでおらず、むしろ土砂崩れにあった秋の安否を気遣ってばかりでいた。誰もがアリバイがなく、誰もがそれなりの動機を持ち、誰もが被害者の死をさほど悲しんでいない。現場からはめぼしい指紋は発見されず、これといった手がかりも見つかっていない。凶器の包丁は忍のもので目入りだったため、入寮の際に地元の水戸で購入したことがすぐに判明した。逆にゴム手袋の出所は予想通り全くつかめていない。容疑者が絞られているにもかかわらず、捜査が難航しそうな予感を丸の内は感じ始めていた。せめてダイイングメッセージが残っていれば。犯人の悪運の強さが口をし、もし犯人がコンロで手袋を燃やさずにすぐに部屋を立ち去っていれば、ダイイングメッセージは第一発見者の目に触れた可能性は高かったからだ。捜査に進展があったのは2日後のことだった。キッチンバサミの血液反応が人ではなく動物のものであったことが判明したのだ。おそらく調理の際に生肉を節電したため付着したもので、シートを切り取るに使われたものではないということだった。シートは切断部分をまたがって血痕がついており、微量でも歯に反応が現れるはずとのこと。また切断面も同じシートを切り比べてみた場合、細かい部分で相違があるという。使われたのはもう少し刃が長い立ちばさみのようなものだったらしい。現場に残されていたハサミは他に2丁あったが、いずれもルミノール反応は現れていない。となると
犯人の包丁は残しておいたが、凶器の包丁は残していたが、ハサミだけは持ち去ったということになる。慌ててその日の夕方、他の住人のハサミを調べたところ、意外な場所から切断に使われたハサミが発見された。談話室の棚の引き出しに立ちばさみが入っており、その刃から血痕が発見されたのだ。もちろんハサミの性質上、人血がつくことはありえるので、詳細な検査をしなければ正確なことはわからない。だが被害者の血液型と一致したことと、ハサミの指紋が全て拭き取られていたことから間違いないと思われた。ちなみに立ちばさみがそこにあるのは全員が知っていたという。どうして犯人は現場でのではなく、わざわざ談話室のハサミを使ったんだ？丸の内が愚痴ると、柴田はのんびりした声で、現場で見つけられなかったんじゃないですか？バカな、キッチンバサミは流し台のすぐ目のつくところにあったんだ。また被害者の部屋にはテーブルの上に立ちばさみが立てかけられていた。見つけられなかったことはない。なのに犯人はわざわざ談話室まで取りに行っている。そんな危険を冒した理由がお前は説明できるか？途端に柴田はレンズ越しの目を悪く口をごもる。こいつが一人前になるのはまだまだ先だな。丸の内は今日何度目かのため息を吐いた。第4章、1月24日火曜日午後5時。先輩、今日こそ帰らせてもらいます。さすがに明日も学校をサボるわけにはいかないので。司はこたつの前で仁王立ちすると、人差し指を突き出し、最後通帳を突きつけた。こたつで背を丸めて柳川鍋をつついていた千恵美は、箸を手にしたまま、そんなーと情けない声を上げる。事件以降、司は千恵美が意外と怖がりであることを知った。いや、情けないくらいに臆病なのことを。事件現場が真上の部屋なことも影響しているのだろう。夜中に足音が聞こえるだの、血が天井から滴り落ちてくるだの、窓ガラスに忍の顔が映るだの、次から次へと並べ立てて司を引き止め、3日間の同棲生活を強いられたのだった。実際のところ、窓には常にカーテンが敷かれているし、天井は一面のクロス張りで血が滴るような隙間がないし、広告層は頑丈な作りで、上でジャンプでもしない限り2階の物音など聞こえてこない。すべてありえない妄想だ。まあ、司も事件への興味から頼まれるままとどまっていたが、さすがに明日授業を出席しないと単位が危ない。おまけに週末までいくつか課題も残っている。大丈夫ですよ。幽霊なんて出ませんから。ちょっと冷淡に装ってきびすを返そうとしたとき、長い腕で足を絡め取られた。あまりに強さによろけそうになる。頼む、今夜だけいてくれ。朝になったら帰っていいからさ。必死の形相だ。今のも泣き出しそうな顔を見ていると無限にはできない。最近どちらが先輩だかわからなくなってきている。司は大きくため息をこぼした後、仕方ないですね。本当に今夜限りですよ。うんうん、明日は誰か友達のところに転がり込むし、今夜だけ。まさか自分のところに押しかけてくるなんてオチはないだろうな。そう危惧しながら、司は千恵美の横に腰を下ろした。ありがとう。さあ一杯飲むか。酒ならまだまだあるよ。よほど嬉しかったのか、自分から冷蔵庫を開け、缶ビールを取り出そうとする。私はいいです。まだ夕方ですし。昨日まで普段の約2ヶ月分のアルコールを摂取している。上張りの千恵美と違って、司の腎臓には人類としての限界がある。同時にこの5日間で今まで憧れ尊敬していた知恵めへのイメージがガラガラと音を立てて崩れていた。神の怒りに触れたバベルの塔ですらこれほど見事に倒壊はしなかっただろう。だが不思議なことに逆にますます好きになった気もする。そうか。じゃあ柳川食うか。柳川。でも一体誰が忍さんを殺したんでしょうね。司は水を向けた。先ほどハサミではないかと生ハゲのごとくやってきた警部は焦った顔つきで見れば、何ら捜査に進展がなさそうに見える。
ちえみはレンゲを鍋に置いたまましばらくポカンとしていたが、やがて巣に戻ると、そうなんだよ、犯人がまだここにいるんだよな。でも誰がやったかなんて私にはわからん。というか考えたくないな。私から見れば誰も殺人なんてしなそうにないし、真犯人は全然別のとこにいるって信じたい。でも、一体誰が忍さんを殺したんでしょうね。司は水を向けてみた。先ほど、ささみはないか、長年ここで暮らしているちえみの気持ちは痛いほどよくわかる。司もかつて遭遇した事件で信用を疑わざるを得なかったことがあったからだ。あの時は頭の中で天使と悪魔が交互に信頼と疑念をささやき、心が真っ二つに引き裂かれそうになった。でもさ、と力なくちえみは言葉を続ける。吉野は明日からしばらく実家に戻るようなことを言ってたし、三江も早く引っ越したい様子だった。もう疑心暗鬼の塊だよ。そういう私も口ではきれなこと言ってるけど、本当は幽霊よりも広告層でピンピンしている犯人の方にビビってるかもしれないな。そんなに怖いなら先輩も実家に戻ればいいじゃないですか。長野から新幹線で通えっていうのか、お前は。確かに無理な相談だ。そういう司は誰が犯人だと思ってんだ。何度かこんな事件に関わってるんだろ。まあ経験はありますけど、でも私はアキさんが絡んでるような気がします。なんというかタイミングが合いすぎるような気がして、本当に亡くなられたのかははっきりするまでは先輩は怒るかもしれませんけど、ニュースだと吹雪がひどく二次災害の恐れがあって救出作業が中断しているらしい。秋か。吸い殻が針山みたいになった灰皿の隣にある回転寿司のマスコットを切なげに持ち上げる。こんなんじゃなく善光寺のお守りでも買って行く前に渡しておけばよかった。せっかく決勝に出れたのにな。先輩、あの時誰かが自分の部屋にアキさんをかくまっていったとしたら。その時ドアがノックされた。司が代わりに返事してドアを開ける。立っていたのはマリだった。相変わらずの黄色いドテラ姿だったが、悩み事があるのか表情が冴えない。ちょっと気になることがあるんや。それであんたに相談した方がええかと思ってな。刑事とかと顔見知りみたいやし、直接話してもええんやろうけど、なんか密告するみたいで。向こう側の人間と思われているのだろう。事件以降、マリの態度によそよそしさを感じていたのだが、その理由が分かった気がした。別にそれほどしたくないですよ。むしろライバルっていうか、不具大天の敵というか。まあどっちでもええわ。黙ってるのも性に合わんし。そう吹っ切るようにあった後、談話室のハサミが事件で使われたってさっき聞いたんやけど、警部がハサミに見つかったと騒いでいたのは司も知っている。大人げないと思うほどの喜びようだった。それがさやかが金曜の夜に談話室から持ってったのを見たんや。新しい人形の服を作るのに使う言うて、今まで使ってたハサミが鈍うなってしもたらしい。ほら、あの子同じマリオネット部で秋の大学とライバル関係やったやろ。決勝大会の日程と勝ち合うからって親から誘われたヨーロッパ旅行を断ったくらいの気合の入れをやったんや。せやから負けた時は落ち込んでたけど、今年になってからは次の大会目指して頑張るようになったんや。秋が決勝大会に行ってる間に自分は今から準備を始める言うて、それじゃあそのハサミが、わからへんけど清香がまだ話してないみたいやから、もしわざと黙ってたらどないしようかと思ってな。その裏は取れてるよ。突然イノシシのようなのぶとい声が廊下から聞こえてきた。怒り方を左右さ揺らしながら丸の内が歩いてくる。あ、鬼ひげ。誰が鬼ひげだ。いかつい顎ひげを触りながら丸の内が睨みつけた。しかしまんざらでもない表情をしている。なぜか褒め言葉と受け取ったようだ。滝谷さやかが金曜の昼に拝借したというのは先ほど本人から聞いたよ。夕方には戻したと言ってるがね。立ち聞きはひどいんじゃないですか。警部さんって女の子の会話を盗み聞きするような趣味の持ち主だったんですか。いやーすまんな。君たちに一つ報告することがあってな。
警部はすぐに真顔に戻ると、重々しい口調で、残念なことだが先ほどアキさんの死亡が確認された。また従業員の証言から彼女は間違いなく土曜の夜には旅館に泊まっていたそうだ。これでこの事件に関する赤社の記述は終わりか。丸の内警部も活躍してましたね。我々の捜査に抜かりはないはずだよ。おかげで事件の状況として分かったことが多いです。ちなみにこの事件、外部の犯行である可能性は低い。私がなぜそう結論付けたか覚えているかい？もちろんです。死体の状況から事件があった時刻は深夜12時から1時の間。雪が降ったのは昨晩の11時過ぎまで。翌朝の7時過ぎにからも鶴が降ったが微量で足跡を隠すほどでも積もらなかった。つまり外部の犯行であれば玄関から門へ出ていく足跡が残っていなければおかしい。その通りだ。しかし残されているのは足跡は門から玄関に入っていく足跡だけだった。私と先輩と忍さんの足跡ですね。しかも事情聴取の結果、広告層にいる人間全員に確固たるアリバイがなかったことが分かった。こうなると内部の者による犯行を疑うほかないだろう。まあそうですね。ところで切り取られたシートのことなんですが、そこだよ問題なのは。犯人はどうして現場のハサミを使わなかったんだろうか。使われたのは談話室のハサミでしたね。その現場に立ちばさみがあったことは広告層の人間なら誰もが知っていた。そうだ。そしてその立ちばさみを最後に使ったのは滝谷清香だと思われる。マリオネット部の次の大会に向けて新しい人形の服を作るつもりだためだったらしいが、事件前日に拝借したというのが何とも気になるところでね。私はアキさんの事故も気になるんですけど、彼女が土曜日の夜に北海道にいたことは事故で亡くなったことは確認されている。アキさんの件は事件とは関係ないと思うが、吉川君はどう思う？まだ何とも。とにかく重要なこととそうでないことを地道に一つずつクリアしていきます。必要な要素がつながった時、事件の全てが明らかになるはずです。犯人もですね。もちろんだ。さあ推理を始めるとしよう。赤社は以上だ。謎解きの前提として、1、本に書かれていることは全て事実。ただし犯人が嘘をついている可能性がある。1、動機の強い弱いは重要ではない。1、トリックや犯人は超能力や宇宙人など超常的な事象によるものではない。我々冥界の住人も現世の事件には一切関与していない。以上のことを踏まえた上で推理してくれ。さて、今回の調書はこんな内容だ。1、犯人が事件現場で取った行動のうち、トリックを解明する上で重要なひらめきを2つ答え。2、犯人はなぜ現場のハサミではなく談話室のハサミを使ったのか。その理由を説明する犯人の行動を示したひらめきを1つ答え。3、犯人がシートを切り取って燃やした理由を説明するひらめきを1つ答え。4、犯人が土井さんのような行動をとったのはあることが原因である。そのあることについて説明するひらめきを1つ答え。5、犯人は誰か。赤社をよく読んで答えを見つけ出してほしい。浮かび上がるキーワードは数知れず、そのどれもが重要に見え、無用にも見える。一見意味のなさそうなキーワードでも、その先に重要な謎とひらめきが隠されていることがある。ただし、どれもが事実とは限らない。
お前を惑わす謎や嘘のひらめきも少なくないだろう。熟読し、受講し、一歩ずつ進むのだ。さて、アカシャのどのあたりから読み返そうか。お前が気になるキーワードを一つ選んでくれ。深刻に考える必要はない。取っかかりとして、とりあえずキーワードを選んで、その辺から読み直そうってだけだ。ほう、ここには気になるキーワードはないか。では、最初のページから読み直していくことにしよう。はい、以上が、次元の全貌概要ですね。毎回わかんねえなこれ。それでは、今日はここまでにしたいと思います。それではまた。